こんにちは。レイはかぎ針編み教室を始めます。今回が初めてのレッスンで、レッスン1です。今回のレッスンは、糸とかぎ針の持ち方、鎖編みの編み方です。基本的に7号のかぎ針を使って編み方を説明しますが、手持ちのかぎ針で構いません。6号や8号、そしてこのような両かぎ針で5号と7号あるようなものでも、手持ちのものでスタートしてください。糸もお持ちのもので構いません。こちらの教室では、編み目がわかりやすいように、コットンの糸で説明していきます。この糸はとても編み目がわかりやすいので、しばらくはこの糸で編み方を説明します。糸とかぎ針の持ち方を紹介します。糸は糸端を右手で持って、左手の小指と薬指の間を手前に引いて、人差し指と中指の間を後ろに通して、人差し指の上を通って手前に引きます。中指と親指で糸を固定します。これが糸の持ち方です。もう一度やります。右手に糸端を持って、小指と薬指の間から手前に糸を引き、中指と人差し指の間に後ろに通して人差し指の上から手前に糸を引いてきます。中指と親指でしっかり押さえます。この時、糸は人差し指にかかってピンとした状態で糸を持ってください。人差し指が曲がったり、糸が緩くなっていないで、ピンと張った状態で糸を持つと、きれいに編めます。かぎ針の持ち方は、親指と人差し指で握り、中指を添えます。鉛筆やペンを持つような形で持ちます。この持ち方が一番細かい作業がしやすくて、疲れにくい形だと思いますが、このように握る形もあります。自分の好きな編み方で構いませんが、これで握るときは、太い糸や麻の糸、力を使う糸の時にこのかぎ針の持ち方をします。それから、アフガン編みもこの持ち方をよく使いますが、今回はこちらの鉛筆を持つ形で練習します。糸をピンと張った状態で、かぎ針は鉛筆を持つ形です。この形で編み方を練習していきます。次は鎖編みを編みます。レッスン1の次は鎖編みの編み方です。楕円の形が鎖編みの編み目記号です。作り目などには楕円の形が並んでいます。これが鎖編みの編み目記号になります。鎖編みの編み方は、糸をピンと張った状態で、かぎ針を糸の後ろから針を入れます。糸がピンと張られた状態で、かぎ針は糸の後ろから針を入れて、少し手前に引き出します。引き出したところで、かぎ先を左から下、右に回転させて、糸の上に出します。このような状態で、ここに糸の輪ができますから、この交差したところを少し緩めな目で持ち替えます。
もう一度やります。糸はピンと張った状態で、かぎ針を糸の後ろから入れます。糸の後ろからかぎ針を入れて、糸を手前に引き出し、かぎ先を左、下、右と回転させます。糸の上にかぎ先を出して、かぎ針に輪ができています。この交点を目を大きく緩めにして、しっかり持ち直してください。ここに鎖編みを編みます。針に糸をかけて、この輪の中を引き抜きます。針に糸をかけるときは、かぎ針の背中から糸を向こう側に押して、かぎ針は糸の左、下、右、上へと回転させます。もう一度。かぎ針は糸の左側から下、右、上へと回転させて、かぎ先を糸の上に出します。この時に糸が1本かかります。この糸を引き抜きます。引き抜くときは、かぎ針の向きをやや左、下向きにして糸をかけて引き出します。糸端を絞って、これで最初のスタートができました。針にかかっているこの糸は鎖編みの一目とは数えません。ここから鎖編みを編みます。針にかかっているこの一本はかぎ針の目数とは数えませんので、まだ鎖編みは一目もできてません。次も針に糸をかけて引き出します。この間を抜けて鎖編みを編みます。針を糸の左から向こうに押して、かぎ先を右、上と回転させて糸をかけます。次は、かぎ先を上ではなく、横でもなく、斜め下です。斜め左下にかぎ先を向けます。糸をかけて、この円の楕円の形に沿ってかぎ先を引き出します。これで鎖編み一目ができました。かぎ先は楕円になっていますので、この楕円の形に糸を引き出します。次も左から右上に回転させて糸をかけます。かぎ先は左下に向けて楕円の形に沿って糸を引き抜きます。かぎ針にかかっている目は一目と数えませんから、これで鎖編み二目ができたことになります。鎖編みをもう一目編みます。根元をしっかり持って人差し指をしっかり立て、この間の糸はピンとした状態で貼っておきます。かかっている目をあまりきつくしないで、少しゆとりを持たせた状態で、針に糸をかけて、かぎ先を左下に向けて、楕円の形に沿って糸を引き出します。これで3目の鎖編みができました。鎖編みが遠くなると不安定になりますので、ある程度鎖編みができたら、その根元をまた持ち直します。近くの鎖編みを持って、ここから鎖編みを編んでいきます。これで
鎖編み5目ができました。この鎖編みを平均に編むには、今は7号のかぎ針を使って編んでいますから、ゆとりの持たせ方を平均にすることです。大きくなったり小さくなったりしないで、いつも同じぐらいのゆとりを持って鎖編みを編むと同じぐらいの大きさになります。作り目などを作るときは、7号のかぎ針で模様を編むときに、鎖編みの作り目だけは一つ大きめの8号針で編むことがあります。8号の針があれば、作り目を作るときにそちらをお使いください。かぎ針が一つの種類しかないときは、編み方で鎖編みの目の大きさを変えてきます。今は多少ゆとりがある鎖編みを普通に編んできました。次は鎖編みの目を大きくする方法です。鎖編みの目を大きくするときは、糸を引き抜いたときに少し上に引き上げて、この目を大きくします。こちらの目よりも少し大きめに上に引き上げます。この目に糸をかけて引き抜きます。もっと大きくしたいときは、もっと引き出して、ここで糸をかけて引き抜きます。これでだんだん大きな鎖編みができます。大きめな鎖編みができました。次は小さくしたいときです。小さくしたいときは、糸をしっかり引いて、かぎ針にかかっている目も小さくします。糸をピンと張った状態で引きながら、ギリギリのところで鎖から抜けます。糸をしっかり引きながら、小さめな鎖編みを編みます。大きさが変わってきたのがわかりますでしょうか。大きな鎖目と小さな鎖目ができました。慣れないうちは鎖編みがきれいにできませんが、たくさん練習していくうちに平均した鎖編みが編めるようになります。そして鎖の目が長くなったら、また近くの鎖編みの目のところを持ち直して鎖編みを編んでください。これが鎖編みの編み方です。次回は細編みを編みます。細編みを平編みで編んでいきます。次回用意していただくのは毛糸とかぎ針、そして段数マーカーがあると編み目がわかりやすいので、段数マーカーを使って編み方を説明していきます。もしなければ普通の事務用のクリップでも大丈夫です。あとハサミをご用意ください。毛糸、かぎ針、段数マーカー、もしくはクリップにハサミをご用意ください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。